今回は娘がハートネイルをやりたいと言ってきたんですけれども、ただ単にデザインの上にハートをですね置いていくだけではちょっとつまらないなと思ったので、せっかくなのでいろいろなハートをですね5種類でご紹介していきたいと思います。でベースのカラーとかもですねいろいろ合わせてやっていきますので、まずはベースのカラー作りからやっていきます。ピグメントリキッドですね、インクなんですけれども、これクリア感すごく出るので、このカラーとクリアジェル混ぜて作っていきます。このインクから本当に透明感があるんです。でこのピグメントリキッドなんですが、こう見ると結構本当にシャバシャバで薄く感じるんですけれども、意外と濃いのでたくさん入れすぎないように気をつけてください。でちょっと本当にハケに残っているぐらいの感じで、少しですねクリアジェルの上にちょんと置くような感じで、一回これで混ぜて様子見てみてください。こんな感じでこのブリーディングインク結構クリアジェルにすごく馴染みやすいので、こんな感じなんですけれども、これでも十分濃さがあるんですが、どうしようか、もう少しだけですねちょっと濃くしますので、もう一滴こんな感じに足してもらってしっかりと混ぜてください。アクリルのカラーはちょっと混ざりにくいんですけれども、本当にこのブリーディングインクはクリアジェルと混じりやすいので、本当に結構濃いカラーでクリア感のあるカラーですね作っていけるので、もっと濃くもですねやっていけるので、いろいろと試してみてください。こんな感じで大丈夫です。あとは、ベースを、エリコネイルの純銀シルバーですね、このシルバーをベースにやっていくので、クリアジェルと同じように混ぜていきます。これもそんなにめちゃくちゃ量いらないので、作りすぎるとちょっともったいないので気をつけてくださいね。このグリッターは使いやすいので長く愛用しています。ベースに塗っていく時と、あとラインを引っ張っていく時とかってこういったラメ使うこと多いんですけれども、ベースに引いていく時はだいたいこれくらいの柔らかさで作ってもらった方が塗りやすいです。でもラインにしていく時はですね、もっと本当に固めに作っていかないと細いラインが引いていけないので、もう少し量を足してという風にやっていくといいです。でこんな感じと、あとは1本ガラスフレンチ、人気のガラスフレンチにしていきますので、ベースは今回ですねまたちょっと新しく、これもプリジェルなんですけれども、チュールメープルっていうカラーなんですが、なんか黄土色みたいなキャメルみたいな感じのカラーなんですが、これもすごく肌なじみ良さそうなので、これを今回ベースにガラスネイルのところですねやっていきたいと思います。で、ガラスフレンチのこのフレンチにしていくところは、これも私のお気に入りなんですけれども、これ金箔パウダーのシルバーなんですが、これすっごく輝きが綺麗なので、これをガラスフレンチの先端のベースのところにですねやっていきますので、これもクリアジェルと混ぜておきます。クリアジェルすっごく見ましたか？こんな風に本当に静電気でパラパラパラっと散っちゃうので気をつけてください。クリアジェルに混ぜるとすごくなんか本当に岩のりみたいな感じでなるんですけども、これもフレンチ部分に使っていくので、若干固めで作ってもらった方がラインが引きやすいです。私エリコのこの純銀シルバーもすごく好きなんですけれども、こっちが本当に定番かなって思うんですが、この金箔パウダーのシルバーも、もちろん当然粒が大きいんですけれども、これも本当に輝きがすごくってなかなかいいので、私の中でも結構ですねこの2つはお気に入りです。で続いてはブルーグレーみたいな感じのカラーですねを作っていきたいので、もともとあるターコイズグリーンというカラー、こんな感じでちょっとくすみがあるんですけれども、このカラーをベースにですねブルー系のカラー作っていきます。ちょっとこれだと濃すぎるので、ここに白をちょっと足していきますね。ベトロの55番の白のカラーを足していきます。このベトロのごめんなさい、この金箔パウダーのシルバー、スパチュラで混ぜてもらうと、ティッシュでこんな風に拭き取るだけでは、見えますか？こんな風にスパチュラに本当にへばりつくような感じがあって綺麗に取れないので、ティッシュにエタノールとかつけてもらって取らないと本当にちょっとへばりつくので、ここでちょっと気をつけてください。で白をごめんなさい混ぜていくんですが、
このベトルの55番の白、もともとアート用に使っていけるぐらいの白なのでちょっと濃いめなんですね。なので、通常の白より濃いので、混ぜていく量もですね、ほんの少しで混ぜてもらってもすごく白が強く出るので、少しずつで調整してみてください。もう少し白にします。こんな感じで少しくすみ感を出したいので、139番のキャメルのカラー出していきますね。このカラーも肌なじみにはベストです。キャメルのカラーも足すと本当にちょこっとの量でこんな風にですね、渋くなってくるので、入れすぎると本当渋すぎちゃうので、ちょっとずつで作ってみてください。もう少しでも。このキャメルのカラーを入れるとすごく肌なじみのいい感じになってきて、でもう一つ85番の焦げ茶を混ぜるとくすみ感が出るので、私は割とですね両方足していくことも多いです。85番も本当にちょっとでくすみ感が出るので入れすぎないように注意してください。よいしょ。いい感じになってきました。じゃあここにこれだけだとちょっと濃すぎるのでクリアジェルを入れて少し柔らかくします。今作った量の半分もいかないぐらいの量ですね、足していくといいです。アート用のジェルで作っているので結構固めなので、このまま塗ると効果が悪かったりするので、クリアジェルで柔らかくしてあげるといいです。で、柔らかくしすぎちゃうとまたそれはそれで塗りにくくなっちゃうので、こんな感じで作ってください。じゃあこんな感じでベースちょっと準備できたので、1本ずつですねベースのカラー塗っていきたいと思います。はい、では順番にやっていきますので、まずは最後に作ったこのブルーグレージュみたいな感じのくすみのあるブルー系のカラーですね。このカラーを小指に塗っていきます。使っていく筆はフラット筆使ってください。小指なのでそんなに量取らなくていいんですが、これくらいの量ですかね。で塗っていきます。全体的に一層を塗ります。こういったくすみ感のあるグリーングレージュのようなカラー、グラデーションとかにしていただくと意外に肌なじみが良くて人気のカラーの一つです。もう少しキャメルのカラーを足していただくと肌なじみが良くなってきますので、それもいいですよね。今や透け感のあるカラー人気なので、こんな風にちょっと透け感がある感じで仕上げてもらってもいいですし、このカラーをですねしっかり出していきたいなっていう時は2度塗りをしてしっかりカラーを出していくといいです。私はどうしようかな。今回でもハートでちょっとぷっくらさせていくので、やっぱりちょっと透明感があるといいかなと思うので、透ける感じにしていくので一度にしますね。なので全体的にちょっとムラをですね均等になるように筆を何度か通してもらって、この時筆でね寝かすような感じに引っ張ってもらうといいです。立てるとムラができやすいので、寝かす感じにこんな風に塗ったら硬化してきます。では続いて薬指をガラスフレンチのベースにしていくので、さっきご紹介したプリジェルの、チュールメープルっていうカラーですね。これをそのままプレート部分に使っていきますね。で先端は、ガラスのこのラメのグリッターにしていきますので、プレートでまたですねフレンチラインを作りながらカラー塗っていきます。このインパクトのフラットアートブラシでやっていくとやりやすいです。これくらいの量を取ってもらって、フレンチの幅は好き好きなので好きな感じに調整してもらうといいんですが、今回このごめんなさいね、このプレート部分にハートをですねぷっくらハートを入れていくので、あまりこのプレート部分が小さすぎるとちょっとバランスが悪いかなと思うので、プレート部分をちょっと大きくしてもらうといいです。後でフレンチ部分のグリッターで調整していけるので、プレート部分は深めに作っておくといいです。この山をですね高く、フレンチの時はここの部分ですね、山はやっぱ高くしてもらった方がフレンチってかっこいいので、山を高めに作れるように練習してもらうといいです。最初から綺麗にフレンチラインってやっぱり一発でなかなか私も引けないので、まずはこんな風に一回ですね全体的にやってもらったら、ちょっと全体的なバランスが今度見えてくるので、ちょっとやっぱり幅が広すぎたなって今感じたので、もう少しここを攻めますねっていう風に、まずは
なんとなくと言ったらおかしいんですけれども、まずこうだいたいこの辺かなって思う感じで引いてもらって、でそこから全体的なバランスを見ながら微調整していくっていう感じでやってもらうといいですよ。これくらいの幅かな。どうですかね。もう少し攻めても良さそうですね。フレンチ幅で爪が長いとやっぱ大きくしてもかっこいいですし、今ね細フレンチも流行ってるので、すごく細くしてもらってもいいと思うんですけれども、やっぱり先端ガラスにしていくので、ホログラムとか入れていく分ですね、ある程度のやっぱ幅は取っといてあげた方がいいかなと思います。でこんな感じに決まったら、あとは根元のところとかですね、綺麗に塗っていきます。これ私プレート根元まで色つけてるんですけれども、今みたいな感じにやってもらったら筆をこっち向きにしていただいて、こういう風に根元に向けて引っ張ってもらうとグラデーションになっていくので、グラデーションでもいいです。グラデーションにしていくと狭い幅でのグラデーションになるので、より肌なじみのいいカラーでやっていただくといいです。はい、こんな感じで硬化していきます。はい、硬化が終わったらガラスフレンチのこの先端のラメまでやっていくので、これ未硬化ジェル残っているとラメラインがですねジュワーっとなりやすいので、全体的じゃなくてもいいんですけれども、この重なる部分ですね、未硬化ジェル拭き取ってもらうと、ラメライン描きやすいです。じゃあさっき作ったこのキラキラが強い金箔パウダーのシルバーですね、これでフレンチ部分塗っていきます。ちょっとのせる程度でもすごく綺麗ですね。ガラスフレンチでご紹介した時と同じ感じなんですけれども、この空いているところを、埋めていくような感じで塗っていくんですけれども、やっぱりこのラインがやっぱフレンチって綺麗に見せていくポイントになってくるので、やっぱりここの境目のラインに関してはですね、綺麗に引いて、あとは中をですね均等に塗っていくっていう感じでやってもらうといいです。でこの向きではなかなかこの山の部分大事なんですが、引きにくいので筆反対向きにしてもらって、山の部分はこうそーっと引っ張るような感じで山を高くしてもらうといいです。ちょっと高すぎましたねこういうこともあるので、そういう時はこういったスパチュラでピッと。でこの山は両サイド統一してもらうといいので、今ちょっとこの辺なので、こっちもう少しですね山高くしていきます。こんな風にちょっとチェックしながらですね、山の位置両サイド合わせてあげてください。まずはライン部分をしっかりと、あとは先端まで伸ばして塗る感じです。角度を変えながらチェックしていくといいです。金箔パウダーのこのシルバー、何度も言うようにすっごくキラキラで綺麗なんですけれども、私個人的な感想として綺麗なんですが、正直ちょっとやっぱり塗りにくいんですね。なんですがやっぱり綺麗さにはかなわないので使ってるんですけれども、結構なんていうんですかね、動かし方によって本当に金箔が偏ってしまったりとか、逆に剥げてしまって見えるところとかがあるので、その辺をちょっと調整しながら均等にですねやっていくといいです。ガラスフレンチはこの上にホログラムとかフィルムとか入れていくので、そこまであれしなくていいと思うんですけれども、こんな感じですね。から硬化していきます。はい、では続いて中指はエリコネイルの純銀シルバーをですね、全体的にベースラメグリッターでやっていくので、これを均等に塗っていきます。これくらいの量を取ってもらって、通常のカラージェルを塗る時と同じような感じで塗っていくんですが、この意外とラメってこんな風に広がりやすいんですけれども、ラインってちょっと作りにくいので、しっかりと根元そしてサイドですね、本当にラインになるようにちょっと丁寧にですね、カラージェルよりも
塗ってもらうといいです。全体的なこのムラ加減に関しては後から調整していけばいいので、まずはこの根元とサイドのところですね、しっかりとラインになるようにこんな風に攻めて塗ってもらったら、キラキラすぎて見にくいですよね。あとは全体的にちょっとムラ具合を見ながら調整して良さそうですね。こんな感じで硬化していきます。で続いてこの人差し指はミラーをベースにしていくので、先にちょっとカラーから塗っていくので親指にいきますね。ブリーディングインクを混ぜたクリア感のあるカラーを塗っていきます。親指ちょっと私の指大きめなのでちょっとたっぷりめに取ってもらって塗っていくといいです。すごくクリア感があるんですが、色としてはすごくはっきりしているので、この本当にブリーディングインクでクリア感を出していくのは私的に結構おすすめなんですけれども、なかなかちょっとこのカラーの、種類がですね、もちろんカラージェルのように種類がないので、カラージェルのように混ぜていこうと思ってもやっぱりインク自体を混ぜていくのってちょっと難しいので、このジェルの中に混ぜながらインクを足して調整していくっていう感じなので、カラージェル作るよりちょっと難しいんですが、ただやっぱりクリア感はすごいので、ちょっとそこら辺を練習していろんなジェル作れるようになるといいかなと思います。こんな感じで良さそうなので、これで硬化していきます。では最後にミラーパウダーですね。ここゴールドのミラーにしていくので、これグリッターがこれ金箔パウダーのシルバーなんですが、本当にしぶといんですよね。しぶとい分やっぱ輝きがすごいんですけども、他のところにつくと結構厄介ですね。取れない。取れました。じゃあここにミラーパウダーやっていくので、まずはノンワイプジェルですね。これを一層塗っていきます。いろいろなノンワイプトップジェルがありますが、ミラーにはこのキャンジェルが私はお気に入りです。このノンワイプジェルもですね、この今一層塗っている段階で表面が綺麗になっていないと、そのままミラーってボコボコっていう感じでついちゃうので、ここの段階であんまり波打っているような感じだとそのまま形が出るので、このノンワイプジェルはここで綺麗に塗ってあげるといいです。極端に言えば光のライン通すぐらいの感じで塗ってもらうといいんですけれども、ちょっとこれが難しいなっていうふうであれば、ベースの段階でちょっとなだらかに綺麗にしておいてから、もうこれを薄めに塗っていくという感じでやるといいかなと思います。ではこれで硬化します。硬化が終わったらミラーパウダーこすりつけていくんですが、これ私チップ使ったりジェルワイプを使っていくことがあるんですけれども、全体的に1本ですね、こんな風にやっていくときはスポンジタイプのジェルワイプでやってもらった方が、素早くさささっとやっていけるので、そっちの方がいいと思います。ただこういう細かい根元とかサイドのところはチップの方が塗りやすかったりするので、塗りやすい方両方使ってですね、使いやすい方を使ってもらうのがベストかなと。やっぱりミラーって綺麗ですよね。いい感じにツヤツヤになりました。はい、ちょっと残りのパウダー取ってもらって、こんな感じです。あとごめんなさい、ここのガラスフレンチのところだけ、先端のところにですね、少しガラスの破片になるホログラムちょっと足していきます。これもガラスフレンチの時に何度かご紹介をしたんですが、このオーロラのランバス、これすっごく綺麗なので、これ入れてきます。糊代わりになるクリアジェルを塗って、フレンチのところですね、ランダムでいいです。ホロを置いていきますね。ガラスフレンチっていうと、もうこのランバスホロは私の中でお決まりになってきています。オーロラタイプが一番輝きが強くていいですよね。こんな感じでランダムでいいと思います。で硬化します。はい、こんな感じでベースですね、出来上がってきたので、一旦これでですねトップジェルでコーティングしちゃいます。1本ずつきれいに光のライン通るようにコーティングしていきます。やっぱり小指のカラー私好きなんですが、全体的にこのカラーで統一してもいいですね。このガラスフレンチのところは前の動画でもご紹介をしたんですけれども、やっぱりこの先端にホログラムを入れているところですね。ホログラムってジェル結構弾きやすかったりするので、今こうやってさっと塗って
しっかりコーティング今したんですけども、だんだん時間というかこの端の辺からですねジェルをこうちょっと弾いてきちゃったりとかするので、あんまりこう時間かけてトップジェルかぶせていると弾いてくるので、素早くやってもらうといいです。もしくはやっぱ確実にですねコーティングしていかないと、そこからですね本当にホロがピロンって取れてきますので、2回に分けてコーティングとかしてもらうとベストです。しっかりコーティングできているつもりでいても意外とホログラムチクチクとしますので気をつけてあげてください。この1本こんな風にミラーにしていくときですね、ベースがガタガタだとミラーもガタガタになるというふうにさっき言ってたんですけれども、このトップジェルも同じなんですが、トップジェルもガタガタにしちゃうとなんかうねりがあるような感じのミラーの仕上がりになっちゃうので、これもですね本当に綺麗に光のライン通していくの大事です。ミラー一色の時はあらかじめ削りでなだらかにしておいてからノンワイプをやってミラーという風にやっていただいてもいいです。はい、効果が終わったら未効果ジェル拭き取ってもらって、形までもうささっと整えていってください。ガラスフレンチの部分やミラーのところはあまりサイドのところを削りすぎてしまうとホロが取れてしまったり、あとはミラーが削れてしまったりしますので気をつけてください。最後またダストをですねしっかり取ってもらって、はい、こんな感じでベースのデザインが出来上がったので、ここにですねそれぞれぷっくらハートを乗せていきたいと思います。でそのぷっくらハートなんですが、こういったモールドがあるんですけれども、これ普通にネイル用品で売ってるやつなんですが、今ですね結構私レジンのピアスとかを作る時とかもそうだったんですが、結構こういうシリコンモールドもですね結構売ってるので、これどんなタイプのものでもいいと思います。こういうちょっと柔らかい感じの方がこのまま作って硬化すると当然この平べったい感じになるんですけれども、これちょっとこう曲げる感じで硬化をすると爪のカーブに合わせれるので、こういう風に柔らかいものですねあるといいです。じゃあこのハートを使っていくんですけれども、ここの小指にはオリジナルでちょっと手作りで作っていくので、後の指ですねこの3本は同じぐらいの大きさなので、この大きさがいいかなと思うんですけれども、親指は大きいのでこれでも良さそうですよね。でもちっちゃい方がいいのかな。そんな感じで作っていきます。はい、では早速ハート作っていきますね。でこのまず親指のクリアレッドのカラーにしたところを、これ同じくクリアレッドのハートにしていくので、やっぱりこのハートの大きさですね、大きいのにしようかなと思ったんですが、小さいのでいってみます。同じカラーなんですけれども、この時モールドに入れてですね作っていく時、こういったハードジェルを使ってもらった方が透明感が綺麗なので、もう一回ハードジェルでカラーを作り直すといいです。なのでちょっとそんなに量いらないんですけれども、またパレットに移してもらって、インクこれですね。でこれ同じぐらいの濃さにしてもらってもいいんですけれども、薄めでも綺麗だと思うので、まず1滴、結構やっぱり1滴でいい感じの濃さ出るので、これでいきます。ここでもしっかり混ぜてあげてくださいね。じゃあこれをここのところに入れていくだけなんですけれども、私筆で入れていく時もあるんですが、こういうスパチュラを使っていく時もあるので、入れやすいものでやってもらうといいです。この真ん中あたりから普通に入れてもらって、これ気をつけてもらいたいのが、このモールドからはみ出ないようにですね、この上のこの辺とかにですねつかないように気をつけてください。ちょっとずつ入れながらハートのところにこんな風に入れていきます。これ量が多すぎちゃうと、この土台からはみ出ちゃうと爪にのせた時に綺麗に爪のカーブにですね曲面に合わなくなってくるので、若干少なめぐらいで入れてもらうといいです。ちょっと多かったらこうやって取ってくださいね。はい、こんな風に入れてもらったら、これをライトの中に入れて硬化していくんですけれども、最初に言ってたようにこのまま硬化するとこのまま平らな感じで、ここですね、ここがこうくっつくことになるので、
ここをですね少しこういう風にですね曲げながらライトの中に入れていくとこうカーブがですねできてくるので、この爪のところに綺麗にフィットしてくれるので、少しこうカーブさせながら硬化していきます。はい、硬化するとこんな風に今こういう風に硬化してたので、こうピコンって離すだけでも浮いてるのがわかると思うんですけども、こんな風に出来上がってくるので、これを外していきます。これ本当に簡単に外れるんですけども、可愛いですね。これをここにですね入れていくので、これ後からですねつけていくのでちょっと置いときます。じゃあ続いて今度はここの人差し指、ベースがミラーなのでハートもミラーにしていきますね。で同じようにここの型で、これはクリア感というかミラーになるのでアイシングジェルを入れていくといいです。アイシングジェルを入れて硬化してもらったらミラーパウダーですねこすりつけていくので、アイシングジェルを入れていきます。アイシングジェルって気泡が入りやすいので、ミラーが、ね、かかる分多少気泡が入っちゃっても大丈夫なんですが、気をつけて入れてあげてください。でハードジェルほどこう綺麗にこうじわーんと馴染む感じがアイシングジェルはないので、ちょっとボコつかないように気泡が入らないように気をつけながら入れていきます。ちょっと大変なんですが、こんな風に入れてもらったら、よいしょ、これも同じようにですねこうちょっとカーブに合うように。で親指と違って人差し指はですねまたさらに細いのでカーブをちょっと強めにですね入れてもらうといいです。はい、こんな感じで硬化が終わったらまたですねこんで取ってもらって、でこれをこういったパレットのところに置いてもらって、そこにはい、ミラーパウダーこすりつけていきます。これちょっと固定できればいいんですけど、動かないようにピンセットとかで押さえてやるといいです。かわいい。これ私アイシングジェルのクリアで作ったんですけど、このゴールド優しく今こんな感じについてってるんですが、もっとしっかりなんかゴールド感を出したいなっていう時はこのアイシングジェルホワイトっていうのがあるので、ホワイトを使ってもらうともっとはっきり出ると思います。両面テープとかの上で固定した方がやりやすそうですね。ちょっとこれだとやっぱ動くのでなかなかちょっとこすりつけが難しいです。よし、こんな感じで、よいしょ、じゃあこんな感じですね。可愛いですね。ここに入れていくので後から入れていきますね。では次にこの中指エリコネイルの純銀シルバーをやったところに、これもハードジェルの中にシルバーのグリッター入れていきますね。でこれベースはこんな感じで結構しっかり塗れる程度の柔らかさを保ちつつ、ちょっと多めに入れたんですけれども、せっかくなので上に入れていくハートに関してはほんの少しもちってるぐらいの感じでちょっと混ぜてみようと思います。もうこのスパチュラでちょんとやるぐらいでもいいと思います。入ってるか入ってないかぐらいでもかっこいい気がします。もうちょっとわかりますか？これくらいのを上に乗せていくので、これ入れていきますね。ちょっとキラキラが物足りないぐらいでベストです。しまった、こんな風にわかりますか？なっちゃうとこれ結構厄介なので、ちょっと後で拭き取ります。これ急いでやろうと思うと結構こうなるので、私みたいにならないようにゆっくりですねやってもらうといいです。少し足りないのでハードジェルもう少し足しておきます。よいしょ。でこのはみ出ちゃったとこなんですが、こんな風にはみ出てるので、ここの辺は別にいいんですけども、ここの部分よいしょ、こんな風にしっかり取ってあげてください。よいしょ、こういう風ですね。つながらないようにしてください。でこれも同じようにちょっとカーブ入れながら硬化していきます。はい、硬化が終わったらこれも取り出していきます。さっき言ってたこれ取ったんですけど、こういう風にですね、よいしょ、薄皮みたいなのが張っちゃうので、こういうのがないようにさっきの時にですねしっかりきれいに入れていくといいんですけれども、できちゃった時普通に薄皮みたいな感じなので、しっかりこう取ってあげれば問題ないです。でこれをこんな感じで入れていきますね。このまたベースとは違う
この優しい感じのこうキラキラいいですね。じゃあこれも後で入れていきます。では次にこのガラスフレンチのところのなんですが、これはちょっとなんか層を分けるような感じでランバスのホロとグリッターをですね順番に入れていきますので、まずは薄くですねベースにハードジェルを引きます。筆を使うとやりやすいかもしれないです。これしっかりと入ってるかどうか裏を見てもらうと入ってないところ分かりやすいので、裏向けながらですね入れてもらう。こんなすぐ裏向けたからといってベタンと落ちるわけじゃないので、裏見ながらちょっと入れてもらうといいです。こんな感じに薄くですね、まだこれはくぼんでるんですけども、こんな感じにまずハードジェル入れてもらったら一回これで硬化します。この時もですね同じようにちょっとカーブする。どうしようかな。でもカーブしちゃうとあれなので、これはこのままいってみますね。カーブ入れずにこのままでいきます。はい、硬化が終わったらここにガラスフレンチに入れていたこのオーロラのランバスホロを入れてきます。ハードジェル、未硬化ジェルが残るタイプなので、このままのせてもらってもいいですし、ちょっとくっつきが悪いようだったらもう一回ですねのり代わりにハードジェル垂らしてでもいいです。でも意外とのりますね。これランダムにと思ったんですが、やっぱりちょっとくっつき悪いので塗るといいですね。やっぱということを聞かない。もう一個どうしようかな。これくらいですかね。ちょっとバランスを見ながら。ホログラムってペラッペラで軽いのでなかなか定まらなくてイライラしますよね。こんな感じに入れたらこれで硬化します。そしたら続いてこれも同じくガラスレンチに入れた、金箔パウダーですね。これをハードジェルに混ぜて残り埋めてきます。これくらいで十分ですね。このパウダー本当に散りやすいのでカラージェルの横とかで使わない方がいいですね。こんな感じに入れたら硬化してきます。はい、じゃあこんな感じに出来上がったのでまた外していきます。で反対向けるとほらこんな感じにガラスフレンチと同じ仕上がりになってきます。綺麗ですね。これをここのところにちょっとこれカーブを入れてないんですけれども、こんな風に入れてきますね。よいしょ。じゃあ残りあとここの小指のところはですね手作りで作っていくので、その前に今作ったこの4つをですねくっつけていきます。これくっつけていくときアイシングジェルもしくはハードジェルでくっつけていけばいいです。じゃあ親指からいきますね。はみ出しちゃうとおかしくなっちゃうので、じゃあこの辺ですね。でこんな感じで少しハードジェルのせてもらったらハートをのせてきます。これハートの後ろに塗ってもらってもいいんですけれども、多分塗りにくいと思うのでこんな感じでいいと思います。可愛いですね。はい、じゃあこの位置で硬化します。可愛いです。クリア感のあるブリーディングインクなんですが、意外とやっぱりこのちょっと塊でですね入れていくと濃いめになるので、下の薄いクリアジェルがとのこのなんていうんですか差がですね、濃淡の差がすごくいい感じで可愛いです。では続いてミラーのところですね、同じようにつけていきます。やっぱりハートは真ん中につけると可愛いかなって思うんですけど、どっかの横にちょっとずらしてつけてもらったりとかしてもいいと思います。可愛い。これ透明で作ってもらって固定してからミラーパウダーこすりつけてもらってもいいと思うんですけれども、どっちでもやりやすい方で大丈夫です。可愛いです。可愛いです。硬化していきます。はい、じゃあ続いて中指です。ハートを付け出すと楽しいですよね。可愛いです。ハートの中のグリッターを少なめにしたので、ハートがなんていうんですか際立ちすぎず、なんかプルンとしたハートが
なんか目立っている感じで可愛いです。はい、硬化します。はい、じゃあ続いて薬指のガラスフレンチのとこですね。ここは爪のカーブでこう作らなかったので、結構平らなのでちょっとくせ者かなと思うんですけど、なのでまずは一旦固定するような感じでつけていきますね。ボンと。かわいい。ちょっとはみ出す感じがかわいいですよね。かわいいです。いやー、ガラスフレンチにガラスのハートありですね。これで一旦硬化して固定していきます。今ちょっと仮に固定したんですけど、やっぱりちょっと横ビルのやつにしたので、こんな風にですね、隙間が結構空いてるので、隙間空いてると、普段の生活でやっぱ取りやすくなっちゃうので、ここの間をですね少しハードジェルで埋めてあげます。この時周りのところにあんまりはみ出さないように中に垂らすようなイメージで入れてあげてください。ハートの形が垂れちゃうと変わっちゃうと思うので、はみ出さないように。なので反対側こっちをやったら一回これで硬化して、で残りの反対側っていう風に分けてやった方が確実です。変なところにびっくり。この作業も筆を使っていただいた方がやりやすいです。とか言いつつちょっと私多めに入れすぎちゃったので、こうなるとなのでしっかり取ってきます。で硬化します。はい、こんな感じです。可愛いです。これ私同じ大きさのどこ行った、これ同じ大きさのハートで作ったんですけど、本当にカーブを入れるバージョンと入れないバージョンだと大きさが本当にこんな風に変わって見えますよね。この横ビルの本当にはみ出すぐらいの感じでも可愛いですし、こんな風に爪にフィットしても可愛いと思います。で、後でコーティングしていきますので、続いて手作りでですね作っていくハートやっていきます。これは形が作りやすいようにですねアイシングジェルで作っていきます。なので、ハートなのでこういったポイントのちょっと太めの筆使ってもらった方がいいです。でアイシングジェルさっきも言ったんですけども、ちょっと気泡が入りやすいので、あんまりこう触らなくてもいいようにここでできるだけちょっと塊で取っておくといいです。ハートなので、私はハート作る時いつも結局雫の反対バージョンをこうくっつけるようなイメージになるので、その雫と思いながら片方ずつ作っていきます。結構もう本当に爪ギリギリの大きさで作ってもらった方が可愛いと思います。でここの部分ですね、ここの部分がちょっと大きい方がハートって可愛いので、かっこよく作りたいっていう風であればちょっと細長く、可愛くっていう風であればちょっと横広になる感じでやってもらうといいかな。こんな感じでまず雫、可愛いですね。これもう少しちょんと。じゃあ一旦これで硬化します。はい、続いて反対側ですね、同じようにいきます。これ1個目作る時は1個目なので形ですね、そんなに気にしなくていいんですけど、2個目の時はやっぱりその隣の形と揃えていかないといけないので、ちょっと隣をチェックしながら作っていきます。でここ下につなげて、透け感のあるカラーなのでぷっくらしてくるだけで可愛いですよね。もうこの下のキュッとしたところは2つ合わせちゃいます。ちょっとクリアなので見にくいんですけど、しっかり見ながら。でここの部分今ちょっと変なんですけど、ここってやっぱりここのくぼみがやっぱりハートって大事だと思うので、ここの部分私はいつも最後にします。でこれくらい開けておいて、最後にここをくっつけてきます。まだちょっと今いびつなんですけど、一旦これで硬化します。こんな感じで土台のハート
ができたので、もう一回ですねアイシングジェルを足しつつ、今回はもう、この2ついっぺんにですねふっくらとのせていきます。アイシングジェルって確かに形はすごく取りやすいんですけれども、なかなかこの表面のぷくっとした感じがですね馴染みが悪かったりするので、ハードジェルの方が使いやすいかもしれないんですが、両方で一度ですねチップとかで練習していただいて、使いやすい方を使っていただくのがベストだと思います。こんな感じでぷっくらさせたら、最後にこのやっぱり割れ目のところ大事なので、こういった、私スパチュラでやっちゃうんですけど、割れ目をもう一回こうやって少し切る感じでですねやってもらうとくっきりしてきます。はい、硬化します。はい、こんな感じです。手作りハート、手作りっぽくなるんですけれども、もうこれはこれでですねまたちょっとしっかりとこういう風に形があるものに比べてやっぱりいびつな感じにもなるんですけれども、やっぱりなんかちょっと自然な感じがあって、ぷっくらしてる感じはすごく伝わるので、これはこれでやっぱ可愛いかなと思います。じゃあこんな感じで最後ですね、全体的に色ジェルのグロッシートップジェルでコーティングしていきます。このトップジェルでハートのこのつなぎ目のところが少しで埋まる感じがですねぷっくらとして可愛くなってくるんですよね。このトップジェルやるとさらにこうハートが溶け込む感がもちろんクリアなのであるんですけれども、全体それがまたちょっと可愛かったりするので、それはそれでいいと思います。全体的にこううっすらやってもらったら、やっぱりここのハートの割れ目のところですね、ここにやっぱりジェル溜まってるのでしっかり取ってあげて、こんな感じで硬化します。はい、ではこの薬指、これちょっとね横広なのでくせ者のとこなんですけども、まず全体的にコーティングをしていって、付け根のところにたっぷり溜まってしまっているジェルを取り除いてあげてください。こんな感じですね。最初に横のところ埋めてるので、もう横のところに結構たっぷりコーティングする必要ないので、こんな風に塗ってもらったらいいです。ガラスハート可愛いですよね。しっかりこのハートの周りのところですね、やっぱくぼみのところにジェル入りやすいので入れていくんですけども、余分なものはあまりたっぷり入れすぎちゃうとハートがですね目立たなくなるので、この溶け込む感じが可愛いと思うんですけれども、入れすぎずっていう感じで、特にこの割れ目のところはですねこうやってやってもらうといいです。こういった凹凸があるものをコーティングしていくとき、このハートに限らずですねできるだけ最初はですねちょっとたっぷりめに全体的に行き渡るような感じでコーティングをしていただいてから、そこの凹凸があるところをですねしっかりとジェルを拭う感じでやっていただくと綺麗に仕上がってきます。最後に親指です。このクリアレッドのハート部分ももちろんクリア感があるんですけれども、もう少し薄い感じのクリア感でもすごく可愛い気がします。この濃淡の違いもまたあえていい気はするんですけれども、いろいろとですね楽しめるといいかなと。はい、こんな感じで最後にキューティクルオイル塗っていきます。はい、こんな感じでぷっくらハートの5種類完成です。いろいろなベースにぷっくらハート組み合わせてみたんですけれども、ハートの種類も同じハートの大きさなんですが、さっき言ってたみたいにですね、このガラスフレンチのところはそのままカーブを入れずにちょっと横広な感じで本当にガラスと同じ仕上がりなので、いろいろとですねいろんなハートで楽しんでみました。このカラーの上に、手作りハートも本当に可愛い手作り感があって可愛いと思いますし、こういったカラーの上にクリアのぷっくらハートもいいですし、ガラスのハートもいいですし、このちょっとキラキラが入っているクリア感のハート、あとミラーのハート、そしてクリア感のあるカラーのハート、どれもすごく可愛いです。
本当に何かのこのデザインのポイントとかでアクセントとかでですねハートを入れてもらうとすごくアクセントになって可愛いと思うので、いろんなハート試してみてください。では最後にですね、またこれチップとして残していくので取ってきます。娘にハートネイルがやりたいと言われて考えてみたハートのこの5種類なんですが、5種類では足りないぐらいカラーを変えて楽しんでいくこともできると思いますし、グリッターも今たくさんあるのでいろいろなグリッターで試してみてください。そして今回使っていたハートのモールドもですね、今ネットとかで検索していただいてもいろんな種類のハートのモールドがあるので、そんなに高いものではないので、モールドもですねいろいろとチャレンジしてみるのもありだと思います。この夏にぜひ一度やってみてください。最後まで見ていただけた方というより、今回このハートネイルを5種類ご紹介するにあたって、前回のアジサイネイルのように1本ずつ分けるにはそんな感じの内容ではないなと思いながら、そして最近今までのように動画を撮ってから後から声入れという風ではなく、動画を撮りながら実況というのにチャレンジしていまして、そんな感じで進めていたらちょっとあまりにも長い動画になってしまいました。お伝えしたいことが山ほどあってなかなか切るにも切れず、こんなにも長い動画になってしまった上に、最後までお付き合いいただけた方本当にありがとうございました。もっと短い時間で分かりやすくお伝えしていけるように頑張って練習していきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。